こんにちは、つんです。突然ですが、防災グッズは何をどれだけ準備していますか？我が家の防災グッズは寝室の一角に収納しているのですが、幸いなことに今まで一度も使ったことがなく、何年も放置してしまっていました。それはまずいということで、今回見直したいと思います。災害時に一番リスクが高いのは停電と断水。避難所へ行くケースももちろんあるけど、それよりも確率が高いのは自宅避難ですよね。水と電気が使えない状態で何日も家で過ごすことになるわけですが、ネットや体験者のブログなどを読んで、最低限必要なものはなるべく備えるようにしています。我が家が自宅避難用に準備しているものをご紹介すると、何はともあれ、まず水。大人1日1人3リットルが目安と言われているので、普段から使いながら2リットルのペットボトルを最低6本、それと5年保存水2リットルが12本、合計で36リットル、夫婦2人でおよそ6日分ですね。あとは給水車が出動した時のためにウォータータンクを3つ、これはスリコとダイソーで買いました。3つ全部合わせると25リットル分です。食品はレトルト、乾麺、缶詰、カップラーメンなど普段から食べつつローリングストックをしています。キッチンの引き出しに入る量だけということにしていますが、冷凍のストックも悪くなる前に消費できれば、多分6日ぐらいはどうにかなるかなと思っています。自宅待機中は極力洗い物を出さないように、湯煎調理がメインになるかなと思うので、カセットコンロとガスボンベは必須ですね。東京ガス都市生活研究所の調査によれば、家族4人が1週間1日3食調理した場合、必要なカセットボンベは5本らしいです。うちは2人家族なんですが、あと3本ぐらいは買い足しておこうかなと思いました。湯煎調理できるポリ袋も切らさないようにしておかないとですね。自宅避難中は野菜不足になりがち、栄養が取れなかったり調子を崩したり、ビタミン剤や常備薬もローリングストックをしています。スマホも今や生活必需品、もはやライフラインの一つと言っても過言ではないかもしれません。なのでモバイルバッテリーは常に充電するようにしています。あと個人的に買ってよかったのは、スマホも充電できる小さなモバイルランタン。ガリガリ君と比べてもこんなに小さいのに、使ってみたらめちゃめちゃ明るいんです。1300ルーメンというのはろうそく1300本分の明るさです。初めて使った時は本当に明るくてびっくりしました。停電時にこれぐらい明るかったら精神的にも安心できそうです。ちなみに我が家は70平米のマンションですが、高いところに取り付けたら廊下や洗面所、キッチンなども肉眼で歩ける明るさになりました。LED は隅まで光が届かない特性があるので、部屋の隅は暗くなりがちなんですが、これ一つでここまで明るくなればほんの字です。このモバイルランタンは以前の動画で紹介しているので、気になる方は概要欄をご覧ください。あとは懐中電灯を枕元に置いたり、防災グッズの定番、手回し充電のラジオ付きライトもいくつか持っていますが、
今はラジオよりもスマホの方が便利ですよね。ちなみにこれは無印の充電ラジオ、手回し機能でライトもついています。本当はポータブルバッテリーが欲しいんですが、そこそこお値段がするのでちょっと考え中です。とはいえ、これももしかしたら使うかもしれないので、電池と一緒に保管しておきます。さて、何年も見直していなかった防災グッズたちを広げてみたのがこちら。広げてみたら結構な量を持っていました。断水で一番困るトイレも当然用意していたんですが、一番古いのは15年ぐらい前に買ったもの。まだ使えるのかなと不安になりメーカーに聞いてみたら、凝固剤が固まってなければ大丈夫というふうに言われたんですけれども、万が一使えなかったらもうこれは一大事。古いのが使えなかったら数も足りないので、今回新調しました。この先15年はこれで安心できます。今回見直してよかったなと思いました。消費期限も記載されていてさらに安心です。このキュービットの簡単トイレは特許技術採用ということで、超強力消臭な上に除菌剤も入っています。小にしか使えない非常用トイレもあるらしいんですが、こちらは大便や吐瀉物も OK。 長い間見直してない間にトイレもかなり進化していました。で、私がこのトイレをいいなと思ったポイントは、ご覧の通りファイルボックスにシンデレラフィット、50セットも入っているのにとってもコンパクトなこと。縦型のファイルボックスにもぴったり入ります。普段使わないものはいかに収納しやすいかっていうのも重要ですよね。このトイレは実際に2週間避難生活をした防災士が監修したもので、ユーザービリティにこだわった商品設計がされていました。これ私が今まで持ってた非常用トイレよりも入っているアイテム数が圧倒的に多かったです。さらにお試しセットが入っていたので、これせっかくなので使ってみようと思います。もちろん普通のトイレでも使用できますが、災害時は便器が破損することも想定して、今回はキュービットの折りたたみ簡易トイレを使ってみます。これ Amazon でも高評価でした。横と高さは30センチ、奥行き38センチ、畳むと厚さは8センチとすごくコンパクトです。災害時はもちろん、車中泊の時やキャンプなどのアウトドアにも使えますね。使い方はまず箱を広げて、底板を入れて、便器カバーをかぶせます。これなら便器が汚れないというわけです。その上からさらに便座をセットして、排泄袋をかぶせます。これ箱の方が便器で、上が便座という形ですね。蓋を下に引けば少し高さを調整することも可能です。これで簡易トイレは完成。実際にトイレを使うときは、用を足す前にまず凝固剤を入れます。この凝固剤は活性炭入りで強力消臭。1週間以上匂わないらしいですよ。あとは普通に用を足します。今回はお水を 250ml 入れました。みるみる吸って固まっていくのがわかります。用を足し終わったら、必要であれば付属の手袋をして、排泄袋を取り外します。中は完全にゲル化していました。あとは口をしっかり縛って、
付属の消臭袋に入れればさらに匂い問題は安心です。便器カバーは汚れてなければつけっぱなしで OK。 便座の方はクッションが柔らかくて使い心地も良かったです。男の人にも使いやすい形状になっていました。普段は収納ボックスとしても使えるし、物を入れたままスツールとしても使用できます。そしてなんと驚きなのが、これ耐荷重が800キロもあるんですよ。頼もしいですよね。私的にはやっぱり小さくなるのがとっても嬉しいです。使わないときは畳んでしまえば、こんな隙間にもすっきり収納することができます。さらに収納袋までついているので、持ち運ぶのも楽々です。ちなみにうちのトイレに置いてみたらこんな感じ。ドアを閉めても余裕で座ることができました。断水すればトイレは当然ですが、しばらくお風呂にも入れませんね。放置していた防災グッズの体拭きシートはとっくのとうに使用期限が切れていました。もうカラッカラです。ドライシャンプーやアルコールシートも期限的に全滅だったので全て買い替えました。もう反省しております。紙石鹸、シャンプーシート、体拭き、これ全部100均で揃いました。ダイソーの手袋型シャンプーと体拭きは前の動画でもご紹介したんですけれども、夫がコロナの時にも重宝しました。だいたいこういうのは消費期限が3年ぐらいらしいので、忘れないように購入年月を書いておきます。もうほんと覚えておけないですよね、こういうのはね、書いておかないと。で、あと100均を徘徊してて目に入ったので、非常用の笛も購入。これ中に ID カードを入れられる仕様になっていたので、やる気のある今のうちに記入しておくことにしました。それでは用意したものを避難用のリュックに詰めていきたいと思います。衛生用品や洗面道具など細々したアイテムはスライダーバッグに入れました。マスク、歯ブラシ、フロス、ヘアバンド、アルミのブランケット、非常用の笛、ティッシュ、付箋とペン、絆創膏、圧縮タオルやショーツ。携帯バサミはこれペンサイズの携帯バサミですごく小さくなるので持ち歩きに便利です。分けられるものは夫と私用でそれぞれ2セット作りました。これは大昔に買った無印のダウンケットです。薄いんですがダウンが入っているのですごいあったかくて、敷いてもかけても使える上にこれスナップボタンがついているのでポンチョにしたりスカートにしたりすごく便利に使っていました。畳んで小さくできるのも優秀で、あまりに気に入って追加でもう一つ購入しました。昔ハマってたディズニーでものすごい活躍したんですよね。残念ながら無印のは現在廃盤ですが、薄手のダウンケットは一つあると便利かもしれません。ではリュックにどんどん詰めていきます。これはポータブルクッション、使い捨てスリッパ、レジャーシート、洗面道具や衛生用品、これは先ほど詰めたやつですね。
レインコート、ゴミ袋、消臭タイプのやつも入れておきました。軍手、食品ラップ、荷物が増えた時のためのエコバッグ、生理用品、体拭きとシャンプーシート、紙石鹸も入れておきます。あとは綿棒やコットンなど、詰めながら思ったんですが、基礎化粧品とかも入れた方がいいのかもしれないですね。あとはこれ東京都から配られた防災ブックも一応入れておきました。水、食品、お金、スマホのバッテリーなんかも本当は必要ですが、今回はひとまずここまで。完璧とは言えないかもしれませんが、何がどれだけ入ってるかっていうのを今回ちゃんと把握することができて、気持ち的にはすっきりしました。他にもこんなもの入れておくといいよっていうものがあったら、ぜひコメントで教えてください。この先もずっと出番がありませんように。万が一避難所へ行くことになった時のために、猫のキャリーは拡張型にしました。フックタイプで広げるとちょっとゆったりとしたスペースが作れます。非常用のお皿はこれ折りたたみ式のシリコンでできたものです。落ち着かせるためのネットバッグは雑誌の猫の気持ちの付録でもらいました。あとはポータブルトイレとボスの消臭袋、これはもうマストですね。ポータブルケージは猫一のを買いました。これ1回広げると毎回畳み方忘れちゃって大変なんですけど、軽くてコンパクトに収納できるので便利です。3.7 キロの姫が入ってこのぐらいのサイズ感。姫もこの中はちょっと落ち着くみたいで、広げると速攻入ってまったりしています。以上、防災グッズの見直しでした。少しでも参考になったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。